週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部38話。この物語は女子高校生の雫と愛がプレイヤー視点の男子高校生と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回37話は休憩室よりも行かないといけない場所があると愛が言い出し現場確認をする3人。結局手がかりはつかめずにいました。38話でついにハチ子を見つけ出す3人。しかしそこにミコトの姿は見当たらず。我らが探偵部1から38話公開中です。3人同好会25話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回24話ではりくが公園に来る前のてつの話。てつはいつも通り一番に待ち合わせの場所に向かう。そこへミクとミュウが現れ自分たちは手を組んだと言われます。25話はリクとテツを家に招いたさくらの視点。リクが離席中にテツ、さくらの2人で恋愛話をすることに。盛り上がる2人のところへリクが戻り近くで行われている恋愛ドラマの撮影を見に行こうと言い出し。3人同好会1から25話公開中です。ハチ子は何も知らない17話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方世の中のことを何も知らないハチ子と出会い、そのハチ子が繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回16話はハチ子の初料理を食べる薫。しかしその中身はとんでもないものだらけ。そこで薫はアイルへハチ子の料理特訓を依頼します。17話でアイルと共にカレー作りをするハチ子。いろいろありなんとかカレーを作ることに成功。アイルから聞かれ作ったカレーを薫に食べさせたいと話すハチ子。その後アイルに薫のことが好きなんだねと言われます。その言葉にハチ子は動揺を隠せない様子で。ハチ子は何も知らない1から17話公開中です。カクリオと異界の姫12話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けるとそこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界カクリオへと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回11話ではいつかが市議との経緯の話を終え会議は一旦終了に。その後カズマに呼ばれるいつか。カズマからみんなには内緒で市議と会った崖に案内してほしいと言われ実際に市議と出会った崖に向かう2人。そこでカズマから誰かに見られていると告げられます。12話はこちらを見る何者かに攻撃される2人。急いで森を抜け出そうとしますが2人は追い込まれてしまう。何者かの狙いはいつかだと話すカズマ。そこでカズマ自身がおとりになると言い出し。カクリオと異界の姫プロローグ1から本編12話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なのでぜひ概要欄のハッチポットストアからご覧ください。初めの話は無料で見れます。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるのでぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので興味がある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。ということで改めて新年明けましておめでとうございます。今年もハッチポット VR をよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。